空冷ポルシェもう買えないですよね、高くて。買えないです。空冷ポルシェの怖いところは、はい、2019年以降の価格の上がり方が、全部スイッチが丸い形状じゃないですか。あ、本当だ。はい。これ今までのその車のデザインの歴史とか見ても、この丸で統一しているインテリアってほとんどないんですね。頼み込んで売ってもらったっていう、もう二度と手放さないとこうと思いますね。なるほど。ボーイズ&ユーリス TV ご案内の塚です。今日もよろしくお願いします。そしてゲストはこちらの方、お名前は？はい、鈴木慎介です。年齢は？年齢53歳です。お住まいは？鎌倉です。お仕事は？会社経営者してます。そしてこちらの2台、すごい2台でございます。まずそちらの車の話とか、鈴木さん。911カレラ2のターボルックのカブリオレという限定車です。964の世代で。はい、964ボディですね。ですね。年式は92年式ですね、こちらは。92年式の911、964の世代。そしてこちら。ポルシェ 928S4、エクスクルーシブマニファクトゥアという、これも限定車のモデルになってます。すごい。限定の真っ黒の超かっこいいポルシェ2台で今日は鈴木さんと鎌倉からお届けします。お楽しみに。よろしくお願いします。お願いします。鈴木さん、まず1台目こちらの車なんでしょうか？はい、こちらが911カレラ2ターボルックカブリオレです。たくさん名前がついておりますが、ちょっとご説明いただいていいですか？はい、こちら92年式のモデルで、ターボルックのカブリオレは、通常のそのカレラ2に比べると、足回りが、ターボ仕様のものがそのまま装備されているということと、あとは特徴としては世界の限定の702台で、正規輸入としては日本に50台入ってきているという、そんな代物ですね。なるほど。でカブリオレで、なかなか珍しいんじゃないですか、これは。そうですね、世界のコレクターが集めたがるものだと思いますね。何年前ぐらいにご購入？今から6年前に購入してるんですけれども、実は20数年前ですね、に同じこのターボルックのカブリオレ乗ってたんですけど、そうなんですか？売却をして、でもどうしても忘れることができなくて、6年前に同じタイプのものを見つけて買ったという2代目なんですね、実は。時を経て、どうしても忘れられなかった。どうしても忘れられなかった。なるほどね。どんなところが魅力ですか？やっぱりこの当時の空冷のポルシェであって、NA エンジンでボディがちょっとグラマラスなターボボディで、確かに唯一無二と言いますか、なかなかやっぱりない、ポルシェの中でもかなり貴重であると。レアなものだと思いますね。ですよね。鈴木さん、2台目こちらは何でしょうか？はい、こちらがポルシェ 928S4 のエクスクルーシブマニファクトゥアっていう、これも限定車になるんですけど、こちらもワードがたくさんありますけど、ちょっとご説明をお願いします。これは S4 から 928GTS に変わる移行期に先駆けて GTS のワイドボディに S4 のエンジンを乗せるというトリッキーなことを行った時期が1年間だけあって、日本の三つ輪の方からポルシェにオーダーをかけて、世界で72台作られたうちのなんと50台が日本に入ってきてるという、そんな1台ですね。今でいう別注ってやつですね。別注、そうです、おっしゃる通りですね。これは何年前ぐらいに？昨年です。そうですか。購入したのがリスキービジネスっていう映画、トム・クルーズの若い頃の映画を。放題は青春白書。青春白書ですね。久しぶりに見まして、でそこに出てくるその928を見て、シャンパンゴールドのあれがなんかね、すごく911とは違う女性的な魅力を持った車だなと思って、2年ぐらい探しましたかね。そんなに。でそれで出てきたのがこの黒の S4 でして、ターボボディで、レアなものだなということで、これにしようと決めました。じゃあどちらもターボボディルックというか。そうです、ワイドボディの。そうですよね。もうこの2台乗るのが楽しみでございます。まずは911の方から、じゃあ試乗に行ってみたいと思います。
空冷ポルシェもう買えないですよね、高くて。買えないです。空冷ポルシェの怖いところは、はい、2019年以降の価格の上がり方が、別のスイッチが入ったりしますか？入りますね。血がたぎる。頼み込んで売ってもらったっていう、もう二度と手放さないとこうと思いますね。なるほど。はい、乗り込みました。1台目でございます。こちらは、911ですね。そうですね、はい、911カレラ2、はい、カブリオレターボループとですね、いう車両でございます。なかなか出てこないですよね、この車両は。そうなんです。だからこの車見つけた時に、はい、ネットで見つけたんですけど、はいはい、まさかと思ったんですね、最初ね。調べてみたらちゃんとしたものだったんで、はいはいはい、これは今だなと。なるほど。はい、やっぱり手放してから結構ね時間経ってますけど、どうしても忘れられなかった。いややっぱりそのどんどんやっぱそのポルシェがその進化していくじゃないですか、はい、空冷エンジンではなく水冷になって、はい、もちろんその水冷もいいんですけど、やっぱり車としてやっぱ大きくなっていって、古き良き時代のポルシェ、はい、やっぱりいいなと思ってたちょうどそのタイミングだったんで。なるほど。味があるっていうと、はい、言葉は軽いんですけど、はいはい、なんか手触り感がね、やっぱりその乗ってる時の、なるほど、うん、やっぱすごくあるなっていうのは感じます。見た目も外から見た目ももちろんなんですけど、やはりこのインテリアが何よりもやっぱりシンプルで、例えばこの5連メーターもそうなんですけれども、はい、やっぱそのデザインのそのレイアウトだったりとか、さまざまなその随所随所に至るこのデザインの詳細が、やっぱりその空冷までと、それ以降の、ものの考え方というかな。なるほど。だからそういったものにやっぱりちょっと少しやっぱ違いを感じるっていうのが本音ですね、僕としては。確かに。はい。このスイッチ一つ取ってもメーター一つ取ってもだいぶ動きがいいというか。そうなんです。これってね、すごく不思議なこの効果で、はい、全部スイッチが丸い形状じゃないですか。本当だ。はい。これね、今までのその車のそのインテリアの、なんかデザインの歴史とか見ても、この丸で統一しているインテリアってほとんどないんですね。なるほど。うん。こういうそのなんかまとめ具合が、スポーティーといえばスポーティーだし、はい、キュートといえばキュートだし、そのあたりのね頃合いっていうのがやっぱりこの頃のこのポルシェのなんか愛嬌のある。ああ、いいですね。うん、確かに。もう見た目顔がまず愛嬌がありますもんね。そうなんですよね。走りは勇ましいし。そうですね。どっしりしてるし。2002年に買って、はい、ちょうどこれ92年式なんで10年落ちじゃないですか。走行距離28,000キロで580万だったんですね。当時はいいお値段ですね。いやもう本当そうです。安くはないけど、乗れない金額じゃないじゃないですか。そうですね。しかも希少な車ですからね。そうなんですよ。はいはい。そこから2019年買った時が17年後です。さあおいくらになってるでしょうか。怖いな。ちょうど、はい、1000万だからまあほぼ倍ですよね。空冷ポルシェの怖いところは、はい、2019年以降の価格の上がり方がまたそこから、あ、そっか、ギリギリ。そうギリギリのところで僕買ってるんですよ。これ今この間なんか同じ車両の走行距離が6万キロぐらいだったかな。車ちなみに走行距離は今6万4000。じゃあほぼ同じと考えましょうか。はいはいはい。1800万です。すごいですね。19年からの爆上がりがすごいですね。いやもう海外の方が、もう日本の中古ポルシェのクオリティの高さに、はい、目をつけて買いに来てるというね、ことはあったんですけど、日本人は扱いが丁寧というか、海外に比べると、国土がやっぱり狭くて、その長距離でそんなにその使用するっていうことも頻度が少ないっていうのもあるみたいですね。確かに僕ら名古屋に行くって言ったらもう長距離ですもんね。もう海外の人たち平気で国またいで遊び行っちゃったりしますもんね。だからそういうのもやっぱあって、日本に
入ってきた当時のポルシェのクオリティが高く維持されていて、なるほど。でしかも安くそれが販売されているっていうことで目をつけられて、どんどんハイクオリティの、911が海外に流れていったと。すごい、この911の乗り方、乗る頻度ってどんな感じなんですか？これはもう気が向いた時に日常の足として、乗ってますね。なるほど。はい、僕は仕事が都内なので、月曜日の朝都内に、入って、で平日は都内で仕事して、週末鎌倉に戻るっていう、生活なんですね。月曜日の朝都内に走るときに、今日はちょっと天気もいいし気持ちいいから、第三京浜走りたいなと思うときはこの車で行きますし、なるほど。趣味と足を兼ねた使い方、なるほど、ですかね。この車に乗ると別のスイッチが入ったりしますか？入りますね。どういったスイッチが？もうなんか血がたぎる。天気が良くてね、青い空がバーンと広がってると、ついついやっぱり気持ちが高ぶって確かにアクセル踏みたくなるなっていう感じがしますね。いいですね。アクセルを踏んだフィーリングってどんな感じですか？高速走行で、そのグッと地面に吸い付くというか、なんかその感覚がすごく気持ちよくて、かといってスピードが出てるっていう感覚もあんまりなく、すごくフラットな、その精神状態でぐーっとその沈んでいく感じ、なんかこれは独特だなっていうのは感じますね。なるほど。928にはない感じですか？928も高速安定性はあるんですけど、そのぐーっとそのなんか沈んでくる感じはやっぱり FR とこのね RR の違いもあると思うんですけど、やっぱり928にはないですね。独特な911の後ろに大きなエンジンが積んである、そしてビタッとする感じが独特ってことですね。独特ですね。手を変わらせていただきまして、座ったんですけども、観光客の方多いじゃないですか。みんな写真撮りますね、この車。いやー、結構そうですね。前から撮られてますとかっちり。でもやっぱなんかその外国の方、すごくやっぱりこういう古いポルシェにやっぱ反応される方多くて。なるほど。結構すぐ見つかったんですか、車。1年ぐらい探したのかな。車屋さんも、別にこの車を売ろうと思ってるわけではなくて、持っててもそのまま、コレクターとしていいかなっていうふうに思ってたんで、なるほど。頼み込んで売ってもらったっていう。そうですか。ちゃんと後ろからいい音が。このやっぱり設置感って911独特なんですよね。そうですね。で、ちょっとしか踏んでないのに。ただこの個体の場合、この間コニーのショックに、入れ替えたんですね。なるべくそのノーマルで行きたいなと思ってたんですけど、このポルシェとコニーの、なんか相性ってすごくやっぱいいって言われてて、こういう通常の道走ってる時っていうのは、かなり乗りやすく、しなやかなですね。そうですね。しなやかな印象がコニーかなって僕は思っちゃったんですけど、感じを受けて、でこれがまた高速に乗ってバッとアクセル踏むとぐっとその硬くなってくる。なるほど。だからガチガチしてないというか、この車に関しては、NA の 3.6 リッターのエンジンが乗ってると。そうです。NA の 3.6 リッターですね。やっぱ空冷のこだわりがありますか？そうですね。やっぱりこの空冷の乾いた音、これがやっぱりポルシェの魅力かなと思いますので、だからやっぱこれを買い直したっていうのも、空冷のやっぱこの音、この音がもう一度手元に欲しいなっていうのがあったっていうのもあります。もう二度と手放さないとこうと思いますね。なるほど。
ですよね。これはちょっと唯一無二感がやっぱりね、ポルシェって全部とっても高めの花になってるじゃないですか、特にこの世代なんてもう高いですし、そうなんですよ。もう今空冷ポルシェもう買えないですよね、高くて。買えないです。ああ、いいですね。気持ちいい。このやっぱどっしり感の中に警戒されてあるんで、そうなんですよね。すごくないですか？そうなんです。本当そうなんですよ。なんかもっともっさりするのかなと思ったら、スッとこう登っていく感じが。やっぱりこれはね、このやっぱ 3.6 リッターの、この力強さかなって思います。いや、いいですね。あえて言わせていただくならば、これティップでこうのんびり乗るっていうのも全然ありなんじゃないかなと僕思います。そう思います。はい。シャカ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 乗るのもいいと思うんですけど、ゆったりとね、優雅にやっぱり乗るっていうのも一つのこの車の楽しみ方なのかなっていうのはですよね。思いますね。それとカブリオレっていうのが相性がいいじゃないですか。おっしゃる通りですね。はい。ということで次は928に乗り換えます。お楽しみに。いや、本当に高級車ですね。ポルシェとは思えない。もうね、感じれば感じるほど、やっぱ好きになっていったし、やっぱりこの車を選んでよかったなとも思ったし、なるほど。人と被る可能性がほぼゼロに近いこと。この1年ぐらい乗ってらっしゃって、すれ違ったことありますか？ゼロです。911は写真を撮ってくるだけなんですね。でも928を降りると声をかけてくるんですよ。